はい、高橋ラビンスラック、あまね系でーす。はい、本日はやっちゃいます。メンズアイドルが禁断の質問に答えてみたということでですね、メンズアイドルをやってますが、セクシャリティがね、ゲイということを公表している得意なアイドルをやってるんですけれども、今日は僕が禁断の質問ちょっと18禁とかがね混ざってるかなと思うんですけど、その質問を答えていきたいと思います。で、答える質問はスタッフの方に用意していただきまして、あまね系が答えるであろうと思われる10個のね質問を用意していただきましたので、答えていきたいと思いますので、ぜひお楽しみください。引かないでね、本当にいきます。はい、一つ目いきます。初恋の相手は、これは、高校生の時の部活の、ちょっとどっちが先かな部活の先輩ですかね。部活の後輩かもしれない。とにかく高校の時の部活の人です。でもその先輩の話後輩の話どっちも別の僕の友達のチャンネルに YouTube チャンネルに出た時にちょっとそれのエピソードについてお話してるんで、ぜひそれもご覧になっていただきたいんですけど、ちょっといろいろありまして好きでしたね。片思いなんですけど。2つ目、初体験は、もうこれちょっとさ、まずそもそもなんですけど、結構ね多分ね質問えぐいんですよ。このままでいくとちょっと僕答えれへん気がすんねんけど、これ答えてよっていう意味で多分質問ね用意されてるんで、ちょっと頑張って答えるんですけどちょっとやばいと思うけど、この辺はねまだいけるでしょう。初体験はですね、これも別の動画でもお答えしたことがありますが、20歳です。大人になってからですね。その初体験の相手はアプリで知り合った人ですかね。ちょっと当時はアプリじゃなかったかもしれないんですけど、で出会った方とちょっといろいろありました。こんなこと答えていいのかな。もうちょっとこの質問マジで嫌なんですけど、3つ目いきます。一人の初体験、これはそういう意味でいいんですかね。一人の初体験は多分中2もう嫌だ。はい、質問その4。はい、何人と付き合ったか今まで。ちょっと数えないとわからないので数えるんですけど、6人です。はいはい、なので6人と計お付き合いしたことがあるんですけど、全員男性ですね。これなんか長いのか短いか分かんないんですけど、一番短い人で3ヶ月ぐらいで、長い人で2年ぐらい続いてて、どれも付き合ってこの後悔はねしてこなかった恋愛なんですけど、とはいえ2年付き合った方が結構な、僕からしたら問題児だったんですね。ちょっとやんちゃな子だったので、なんか道でポイ捨てしたりとかする感じで、普段の生活からもなんでそんなことすんのとか、やめなよみたいな感じの喧嘩というか注意することによってイライラすることとかがすごく多くて、その中の1個エピソードでどうしてもみんなに是非を判断していただきたいものがあるんですけど、スーパーに2人で買い物に行った時に今日の晩ご飯何食べるとか言いながらめちゃめちゃ仲睦まじい買い物をしてたんですよ。でその時に最初はちょっと忘れちゃったんですけど、メニューとかキャベツとか野菜とかを入れて、なんか例えば鍋かなんかにね塩かしてたんでしょうかね。でこのキャベツ、これが後々問題になるんですけど、最初スーパーって入ったら野菜コーナーがあって、でその後精肉お魚があって、なんか最後乳製品とかパンとかがあって、レジみたいな作りになってるじゃないですか。で最初に入れたキャベツをレジの直前ぐらいタイミングで、なんかやっぱいらないねってなったんですよ、キャベツが今日のメニューに。で2人でキャベツいらんかもってなって、キャベツ買わんとこか戻そっかって言ったら、その付き合ってた時の彼氏がそのキャベツをパン売り場に戻したんですよ。普通に菓子パンのとこにポンって。どう思います？僕からしたらマジでありえへんし、多分みんなもありえへんって思ってくれてほしいと思うんですけど、でもそういうのやっちゃうんだよなとか言う人いたら、ちょっと僕ほんと仲良くなれないかなって思うんですけど、なんかそれを平気な顔して菓子パンにコーナーに置いたから、待って何してんのって言ったら、いやいらんから戻してるって言うんですよ。待ってキャベツそんなとこなんかなかったやんなみたいな、そこに置くなんておかしくないって言ったら、いやこれも店員の仕事やからみたいな感じで言うんですよ。いやほんまに理解できひんと思って、それを平気な顔してやる。で店員さんがそれをどういう思いをしてこれを戻すと思ってんのと思って、ちょっと理解できなかったんですけど、なんかそういう喧嘩が日々重なって、最終的には全部なんか許しちゃうんですけどね何されようが。だからそういうのがきっか
かけというか、そういうのが別に積もって最終的に別れちゃったとかでは全然ないんですけど、なんかそういう価値観の違いっていうのはありましたねはい、皆さんどう思いますか、この件について。もしそういうのを付き合ってる人がしてたらどうしますか？注意して二度とさせなくするなのか、もう価値観が合わないから別れるなのか、そもそもそんな人付き合わないよっていう人もいると思うんですけど、僕はなんだかんだで全部そういうの許しちゃうんで甘いなって思います。はい、質問その後、女の子との経験は、これね、本邦初公開かもしれないですね。気まずないんですねないんですよ。あまねの初めてをもらってもらえる方は誰なんでしょうか。はい、質問その6、何フェチ？これもめっちゃいろいろあるんですけど、よく言われるとかありがちなのは匂いフェチ。これ何の匂いが好きとかじゃないんですよね。好きっていう匂いあるじゃないですか。だからその人が全然タイプじゃなかったりとかしても、その匂いだけで好きになりかけたりとかっていうのはありますね。あとはメガネフェチで、体の部位とかでいくと足、レッグじゃなくてこうフット、足とか、でも手とか、なんかアームじゃなくてこうハンド、足の先、手の先とか好きか。何がってわけじゃないんだけど見ちゃうかも、こういろんな人。質問その7、毛の処理はどこまでしてる？なんか突飛な質問なんですけど毛の処理は実はほぼしてなくて、足だけ太ももふくらはぎの部分だけ過去に脱毛してましたけど、ピーのところとかは特に脱毛してないですね。であと腕とかもしてないので、うっすら毛は生えてるのでたまに処理してます。でも全部したいとは思ってます。なんか全身脱毛おいでーっていう方いたら連絡ください。はい、質問その8、これマジで最低な質問なのでこれ嫌なんですけど、やりたい芸能人は来たんです。部活ちょっと質問を変えさせていただきます。好みの芸能人はってことですね。やりたいじゃない好みの芸能人はいっぱいいるんですけど、今までずっと坂口健太郎くんって言ってきたんですけど、最近は柳楽優弥くんがめちゃくちゃかっこいいなと思ってて、顔もかっこいいんですけど、あの人の醸し出す雰囲気とかってなんかめっちゃ特殊じゃないですか。なんかあの人は本当にかっこいいですね。多分同世代ぐらいだと思うんですけど、柳楽くんはかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、質問その9、これは質問者の悪意を感じます。いきます。何センチになりたいですか？これどの意味でとってもムカつくんですけど、身長だとしてもお前ちっちゃいから理想は何センチだったのっていう言い方だし、身長じゃない方だとしてもちっちゃいと思ってんのって感じじゃないですか。ちなみに身長は何センチになりたいかって高ければ高い方がいいですよ。180でも嬉しい、190でも嬉しい、2メーターあっても嬉しいですね。これ多分この質問の流れ的に多分身長じゃないんですよ。身長じゃない方、何かわかんないですけど何センチになりたいかって言われたら、はい、最後の質問です。質問その10、エッチなエピソードを何か教えてください。そんなものをさすがに言えないし、思ってるほどマジでないから困るんだけど、これはちょっと僕自身の無夫婦なエピソードかって言われたらそうでもないんですけど、昔学生時代に痴漢にあったことがあって、なんか何度かあるんですけど、そのうちの1個がめちゃくちゃ気持ち悪いエピソードで、その痴漢する人もよくやったなっていうシチュエーションなんですけど、電車がそもそもまずガラ空きだったんですよ。僕が普通に席に座ってて、すぐ横に人が立ってきたんですね。まずもってめっちゃ近いの、それが。で近いなこの人、なんか近いなぐらいだったんですけど、なんか空いてるし座ればいいのにわざわざ僕の横に立ってきて、なんかドアが近いからかなみたいな感じでスマホを触ってたんですけど、電車の揺れに合わせて、でその揺れるたびに体がぶつかってくるんですよ。それは仕方ないよなと思いながら、なんかその感触がなんか柔らかかったんですよ。で途中まで気づかなかったけど、何なんか柔らかいと思って、視線をねちょっとペッてやるじゃないですか。そしたらそこが見事に股間なんですよ。だから本当こういうこと、僕の肩に対してなんかしてきてるんですよ。うわっと思って最悪って思ったけど、怖くて動けなかったんです僕。もう次の駅で降りよう
って思ったら、急行区間っていうかで、なかなか次まで降りれない区間だった。でもここでこうパッて立って逃げる勇気もなくて、ずっとこう怖くて、気づいたとも思われたくないから、ずっと気づかないふりして黙ってこうスマホを触ってて、じゃあなんかだんだんその感触が硬くなってきて、もう今思い出したら気持ち悪いで、最終的にはもう次の駅がこうドア開いたから全然用事ない駅だったんですけど一旦そこで降りて次の電車に乗り換えたんですけど、いやまあちょっとあれは気持ち悪かったですね。なので痴漢はやめましょうっていうことでした。はいということで、なんやらよう分かりませんが、10個の質問に答えさせていただきました。ちょっとこれはアイドルとしてあるまじき質問ばかりだったので、引いちゃった方もファンの方もいるかもしれないんですけど、全てちょっと過去の話だし、過去どころかマジで僕からしたら大昔の話なので、全部あんま隠すようなやましい話でもないし、全然直接聞いてくれたら答えるんで、いつでも。初めて見てくれた方はぜひこちら気になったらメンバーの各 SNS 概要欄に載っておりますのでチェックしてくれたら嬉しいです。それではこの動画がいいと思った方は、コメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、とこしえのナビインストラックの天音圭でした。バイバイ。